考モジュールの動作時間は残り約12時間。通信装置接続安定。地図モジュールは情報官がいないから使えない。通感覚は問題なし。装備イテレーション完成。ナビゲーター、テストは終わったぞ。ドロシーとユイツカは？しばらく前線には来ない。今回はわらわだけじゃ。問題ない。お前が来れば十分だ。京子は？湖だ。直接ダメージを受ける人が増えれば治療の負担が重くなると言ってな。さあ車に乗れ。下の島に向かうぞ。え？ナビゲーター、ほら見て。何か飛んできたぞ。トンネルの方からじゃな。どうする？ナビゲーター。なんかやばいものだったりして。行ってみるか？行くか。人の頭！会長だってことは京子たちも。くそ、また気絶してたのか。喋ったー！スカディか。じゃあここは天国？わらわはまだ死んでおらん。そうか。結局戻ってきたのか。地下室を塞いでおくよ。京子たちに言っておいたんだがな。そうか。おい、黙って見ていないで。私をここから出してくれ。おう。スカディ。なんじゃ？この穴の名前だが会長穴というのはどうだ？お前、いい死に方しないぞ。なぜここにいる？吹っ飛ばされたのか？あ、奴の一撃を食らってな。王女もすぐに来る。やーだー。お、来たな。ちょうど木に引っかかったぞ。わあ、落ちるー。顔面痛そう。お、スカ吉じゃん。必ず戻ってくるって信じてたよ。はあ、わらわを止めろって騎士団に命令してたくせに。あんなのちょっとしたテストじゃん。えへへ。じゃあ合流できたことだし作戦会議をしよっか。標的はドラゴン型のモンスターだ。飛行能力はあるが高くは飛べないようだ。様子を見つつ判断しよう。両足をなくしてからは翼を使って一定の高度を保って進んでるよ。ここに飛ばされる前、翼の付け根に一撃を入れてきた。そこに攻撃を集中して対空能力を奪おう。お前たちの状況はどうだ？私たちはまだ戦える。でも奴の両足をやった技は打ち止めだね。傷は痛むか？全然。痛い。精密検査とメンタルケアが必要みたいだな。スカリ、こういうドラゴンに見覚えはあるか？どれどれ？バハムートかな。やっぱり知ってたんだね。何を書いたか覚えてる？弱点とか能力とか
何でもいいから。初観測時は全長100メートル。世界を破滅させた悪竜じゃ。他の純在級と比べてもまあ平均的な大きさだな。これが私たちより何十倍も大きいのに。何か特殊能力はあるか？巨体を使った物理攻撃は強力じゃが、厄介なのは死亡時に殺した者に受けた苦痛を返すって能力じゃ。影の国が最初に滅んだのはこいつのせいじゃ。影の国クロニクルの576ページに記録がある。どんな攻撃をしてきた？基本的には爪でのなぎ払いだ。でも一撃がでっかすぎて周りもめちゃくちゃになってさ、アーシュたちのペースも崩されちゃったよね。それだけならなんとかなりそうだ。だがなぜスカディの空想が純在級現在に？何か関連があるのか？お前たちにも飛行装置を渡しておく。きっとすぐに慣れて空中で戦えるようになるだろう。ここからはスカディが俺たちの主力になる。二人の支援が必要だ。賛成できんな。アーシュも。スカディならバハムートを倒すことができる。これが現時点での判断だ。ナビゲーターの言う通りじゃ。それがあんたの判断なら、アーシュと会長はあんたにスカディを任せられないよ。いくらスカディでもこれは危険すぎる。奴の攻撃は普通の人間が耐えられるようなものじゃない。まだ分かってないようだな。俺とスカディがどんな環境を生き延びてきたか。お前たちは泥にまみれながら自分を否定し続け、自分の理想を求めてきた。そしてようやく幻想から抜け出る方法を見つけ、現実に向き合うことができた。これがお前たちの言う個性だ。でもスカディは違う。俺たちの世界の特異性によってスカディは最初に抱いた夢を大事に抱えている。その夢から生まれたものはお前たちの想像をはるかに超えているんだ。いつか人類が現在に勝利し、スカディたちが社会に復帰するときに再教育や PTSD などの問題に直面することになるかもしれない。だがその経験は礎となり、道しるべとなり、灯火となってスカディを新たな道に導くんだ。彼女だけの道にな。スカリン、はい。行くぞ。ラジャー、ナビゲーター。わらわの8年間をその目で確かめるがよい。